暑い日々が続きますが、皆さんお変わりないでしょうか。さて、夏分蜂の入居ラッシュで5群となった我が家ですが、その後にさらに2群れの入居がありました。ただ、夏分蜂群を上手に育てていくのには春分蜂群とはちょっと違った工夫が必要。今年の秋の採蜜は無理に狙わず、まずは無事に越冬して春を迎えられることを目標にしたいと思います。この時期の入居の特徴を踏まえて、よく行われる対策やちょっと独特の対策を合計5つ行いました。最後にそれぞれの対策の考察もしますので、皆さんのご意見をぜひコメント欄でお寄せください。それではやっていきましょう。我が家の入居群をまとめました。いろいろとありすぎて図にしないと自分でも頭がこんがらがってしまいます。前回の動画で8友さん宅の夏分蜂群が合計5群我が家に入居したことをお伝えしました。なんとその後7月19日と7月25日にも新入居がありました。合計7群れになったと言いたいところなのですが、2群れ同居があり合計5群のままです。記載している以外にも様々な出来事があったのですが、書ききれないので要点だけです。さて、できるだけ多くの群れを越冬成功させるため、今回5つの対策を取りました。1番目は赤リンダニ対策のためのメントールブロックの使用です。徐々に揮発するようにブロックにして使用しました。2番目は市販のスムシッコカードの使用です。スムシの発生を防ぐためです。3番目は高温対策です。主に巣箱の工夫による対策を取りました。4番目は糖蜜の給餌です。夏は花の蜜が激減するため、十分な蜜をまだ貯めていない夏分蜂群には有効と考えました。5番目は糖蜜体を防ぐための巣紋の大きさの調整です。暑さ対策とトレードオフとなってしまうというジレンマがありますが、今回いろいろと試してみました。まずはメントールブロックを製作しました。外来種の赤リンダニはニホンミツバチの群れが消滅してしまう大きな原因です。赤リンダニはニホンミツバチの気管に寄生します。感染した蜂はうまく呼吸ができなくなり、徘徊したり下痢をしたりします。ニホンミツバチは冬場に胸の筋肉を震わせて熱を発生させて巣の温度を維持します。ところが赤リンダニが感染していると、呼吸が阻害されるために十分な酸素が取り込めず、胸の筋肉を震わせることによる熱の発生が困難になると言われています。この対策としてはメントールがよく使われます。食品にも使われるので安全と考えられます。夏場に粉のメントールを与えると一気に蒸発してしまい、ミツバチが凍居しかねません。メントールを湯煎してブロックにすることで巣箱内に入れた時に徐々に揮発するので安心です。今回激安養蜂チャンネルさんの動画を参考にしてメントールブロックを製作しました。メントールブロックは巣の子と蓋の間に設置します。1つ 15g に調整したのですが、実は高さが高くなって巣箱の蓋が十分閉まらなくなってしまいました。次回は1つ 10g で作りたいと思います。巣箱あたり最終的には 30g を入れることを考えていますが、今回は 15g を1つだけ設置しました。使用しないメントールブロックはチャック付きプラ袋に入れて冷蔵庫に保管しました。次は市販のスムシッコカードです。バージョンが上がっていて昨年とは構造が変わっています。プラスチックの使用を減らすためということで環境を意識されていますね。スムシッコカードには生物農薬の BT 剤が含まれていて、スムシの発生を予防します。スムシは外来種のハチノスツズリガの幼虫ですが、ニホンミツバチの巣を餌として成長します。発生してしまうとミツバチが凍居することもありますので、予防が大事です。今回入居直後から使用を始めました。製品のマニュアルの使用方法では3月から5月に1枚、6月から8月に2枚目に交換となっています。夏分蜂群が入居した時にはすでに発生時期の真っ只中なので、少しでも予防できればと思い週末養蜂さんから購入しました。また給餌のために糖蜜を調整しました。最初はクエン酸を使った添加糖を製造しました。製造風景の動画です。簡単に作れるのですが、訳あって今回は使用しないことにしました。詳細については次の動画でご説明する予定です。代わりに普通の砂糖水を作りました。量は砂糖と水が1対1です。1kg の水をやかに入れて熱して60度くらいにします。
火を止めてそこに砂糖を 1kg 入れよく混合します。基本の木ですが液体に対して粉を入れる方が上手に混ざります。反対にすると粉が固まってしまうことがありますね。ここからはそれぞれの群れのお世話の様子を紹介します。まずは6月8日に畑横に入居した群れです。暑さ対策として1週間後にスモンを4面スモンに変えました。使用したのは週末養蜂産の鉄製台です。この鉄製台に巣箱を乗せることで4方向のどちらからでもミツバチが出入りできます。スモンが多いため風が通りますので夏場に向いています。数年前に軍港軍の入居日の夜に4面スモンに変えたら翌日逃げ出したことがあったので今回は1週間後に変えました。特に逃げ出すこともなく順調です。また上部の蓋と巣箱の間に園芸用のネームプレートを挟んで少しだけ隙間を空けました。暖かい空気は上に行きますので数ミリの隙間から暖かい空気が外に出るという算段です。ハチトモさんが去年から実施されているので実績がある方法です。あまり開けてしまうとハチの巣つづりが容易に侵入してしまうので隙間の大きさは悩みどころです。100円ショップで売っている園芸用のネームプレートがちょうど良い厚さかと思います。畑横の群れは少し盛り上げ巣を作っていたので7月6日に観察用の窓のついた巣箱を上に継ぎ箱しました。ハチトモさんのように盛り上げ巣の製造過程を観察できると良いのですが7月25日に確認すると蜂の出入りがありません。観察窓から見ても蜂がいません。下から確認したところ凍居していました。ちょっと原因が不明ですがメントールを嫌がったか糖蜜体に襲われたかのどちらかではないかと思っています。また6月17日に入居した玄関横の群れを7月11日に観察したところ異変です。さなぎの小出しがあり蜂数も減っています。この群れも入居1週間後に4面スモンに交換しさらに底板は編み付きにして暑さ対策は万全のつもりでした。可能性としては周囲の花の蜜が足りないか糖蜜体が原因ではないかと思い 1km ほど離れた別の場所に移設することにしました。玄関横で2匹目の土壌を狙いたいという思いもありルアー付きの巣箱を同じ場所に設置しました。2日後の7月13日に新入居があったのは前回の動画でご報告した通りです。移設した後もさなぎの小出しが止まりません。急遽砂糖水を給仕しました。しばらく確認できず7月25日に確認したのですが残念ながら凍居していました。原因としてはこの場所が少し暑すぎたのではないかと思っています。砂糖水を給仕したので別の場所に移るエネルギーを補給してしまったのかも。次はウッドデッキ階段下です。こちらは6月20日に入居しましたが9日後の6月29日に4面スモンに交換しました。底板にスムシッコカードを載せるのも忘れていません。蜂の数は何とか巣を覆っているくらいです。
7月16日に小出しがひどい状況になりました。7月19日に里海水を給仕しました。また糖蜜体が来ていたので、スモンを4面スモンから元のスモン枠に戻しました。この8数で入り口が広いと巣を守れないので、スモンを小さくして糖蜜体を撃退できるようにするためです。そのおかげか7月26日現在、小康状態を保っています。次は6月26日に入居していたウッドデッキ下の群れです。こちらは7月5日に4面スモンに変えました。7月19日に確認したら、こちらの群れも小出しがあり、糖蜜体がやってきています。内見したところ、蜂数が激減しています。この場所で維持することは難しいと考え、こちらも 1km ほど離れた場所に移設しました。追って様子をご報告します。さて、朗報としては新たな入居が2棟ありました。まずは桜の木の下の町箱です。7月19日に入居していることを確認しました。こちらは昨年も夏分蜂の入居があった場所ですが、腰痛で十分なお世話ができなかった場所です。どうも4面スモンにするのが良くないような気がして、この群れは蜂数が増加するまでスモン枠のままにしてみます。また7月25日にヒノキの木の下の町箱への入居を確認しました。ファイバースコープで確認したところ、蜂数が多いです。この群れは畑横から登居した群れが引っ越してきた可能性が高いと考えています。蜂数が多いため、すぐに継ぎ箱しました。こちらもしばらくスモン枠のままで様子を見ます。今回の夏分蜂群のお世話方法について考察します。メントールについては入居1週間後から 15g 程度を使用しましたが、当居は起こりませんでした。ブロックにすることで徐々に揮発したのだと思います。ただし畑横の群れのお引っ越しを誘発した可能性もあるので、念のため今後は真夏は避けて9月頃から使用したいと思います。スムシッコカードは一定の効果を上げていたと思いますが、蜂の巣綴りが多くてスムシも侵入していました。夏分蜂群が10分な数になる前に侵入してきているようです。特に夏分蜂群には入居直後から使用が必要と思います。高温対策のために巣箱と蓋の間に数ミリの隙間を空けるという対策を取りましたが、こちらは有効だったように思います。ミツバチが隙間から入ろうとしている様子を何度も見ましたので、中の空気が出てきていることは間違いないです。一方で隙間を空けすぎてしまって蜂の巣綴りが侵入してしまったことがありましたので、注意が必要です。砂糖水の給仕は現段階では夏の蜜枯れ時期の対策として有効かと思っていますが、引き続き効果を観察します。あまり大量に給仕すると逆に凍居の可能性があったり、糖蜜体を呼んでしまうこともあろうかと思います。100ml 以内を夜に入れて朝には取り出すのが必須かと思います。また給仕の場所もすのこの上が無難と思います。すのこの上から給仕する方法は昨年の動画にありますので、ぜひご覧ください。さて、特徴的なのは多くの群れでさなぎの小出しがあったことです。有識者さんにも相談しましたが、ウイルス病ではなさそうとのことでした。原因は暑さ、餌不足、糖蜜体のストレスあたりが考えられます。糖蜜体によるストレスが原因だとすると、暑さを気にするあまり4面スモンに変えるのが早すぎたのかもしれません。暑さ対策で一時的に4面スモンに変えたとしても、入居数週間後の蜂数が減る時期にはスモンを小さくする方が無難と思いました。
1ヶ月後に新しい鉢が生まれて鉢数が増えてから4面スモンに戻せばよいかと。暑さ対策とのトレードオフになるので悩ましいですが、しばらく様子を見てまたご報告します。今回は以上です。最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。